日本に帰ります。一時帰国します。ハロー、こんにちは、ダジャハオ。オンライン日本語教師のなるです。今日はタイトルにもある通り、パッキングの動画を撮りたいと思います。パッキングに関係がある日本語の単語や表現、スペインのお土産なんかも紹介しながら動画を撮るので、ぜひ日本語を勉強しながら楽しく見てくれると嬉しいです。それではスタート。このリビングね、ちょっと暗いですよね。一応ね、このカメラの後ろにライトを焚いているんですが、それでもね、なんかちょっと暗い。この動画ちょっと見づらかったらすみません。はい、気を取り直してパッキングを始めます。皆さんはパッキングが好きですか？私はね、結構好きです。綺麗に荷物を詰められるというわけではないんですが、ワクワクウキウキするので、私は結構パッキングが好きです。パッキング、このカタカナの言葉が使われ始めたのは割と最近で、その前は荷造りとか荷物をまとめるとか、こんな風に言っていました。ちょっとね、このライトを焚いてるせいで、私はちょっとずつね、汗をかき始めてしまいました。さっさと終わらせます。これが私のスーツケースです。無印のスーツケースを使っています。こんな感じです。このスーツケースも日本ではいろんな呼び方があって、スーツケース以外にもキャリーケースとかコロコロガラガラと呼ぶ人もいます。コロコロガラガラはこのスーツケースのね、下についているタイヤの回る音がコロコロガラガラと聞こえるので、そう呼ぶ人もいます。この無印のスーツケースは、ここに見えますかね？ここにボタンがついていて、このボタンを押すとタイヤが固定されて動かなくなるんですよ。だから電車に乗っている時、いちいち押さえなくても、このボタンを押すと固定されるので、すごく楽です。おすすめです。4年ぐらいね、使っているので、ちょっと汚くなっていますが、今も大切に使っています。私の相棒。それじゃあ開けて荷物をどんどん詰めていきましょう。もう結構汗をかいているのがわかりますか？もうライトが熱すぎて服の中は汗だくです。これが無印のスーツケースの中身になります。私はね、ここにエアタグを仕込んでいるんですが、このエアタグね、もう電池が切れてしまっていて使い物にならないので、電池を変えないといけませんが、最近航空会社のルールがね、いろいろ厳しくなりましたよね。電池とかモバイルバッテリーとかは預け荷物の中には入れないでくださいとかね、そういうルールがあるので、後でちゃんと調べて、このエアタグはここにつけてもいいのか外した方がいいのかちゃんと確認したいと思います。皆さんもね、航空会社のルールをちゃんと確認してからパッキングをしてください。私に言われなくても分かってますよね。はい、なかなか本題のパッキングに進まなくて申し訳ないんですが、さっきもねちょっと出てきました。こういう大きい荷物、大きいスーツケースを預け荷物と言います。逆に、後からちょっと出てきますが、小さい荷物、機内にも持っていけるような荷物を機内持ち込み荷物と日本語で言います。これもぜひ覚えておいてください。それじゃあ本題のパッキングに入ります。もうここに入れたいものはだいたいまとめておいたので、紹介しながら詰めていきたいと思います。今回は服とか化粧品とかは現地調達しようと思っているので、最低限だけ持っていきます。これが今回持っていく服です。これだけです。この中に上の服1着と、日本は寒いのでヒートテック1着と、今回ね3週間滞在するんですが、その間にジムにちょっと行きたいなと思っているので、ジムの T シャツとジムのレギンス、ヨガパンツを入れています。これしか持っていきません。あとは現地調達しようと思っています。私はいつもこういうパッキングバッグに服とかを入れてまとめています。ちなみにこれは友達からもらったパッキングバッグです。
サボテン柄です。これを入れます。これはね、柔らかいので、こっちのタイヤに近い方に入れておきます。次は下着と靴下です。それを洗濯ネットに入れています。かわいいでしょこれは台湾のコンビニのポイントを集めるイベントかなんかで、ポイントを集めてもらった洗濯ネットです。かわいいし使えるし、5年ぐらい、いや私が台湾にいたのはもっと前、7年6年前だから、はい、6年ぐらいずっとこれを使っています。しかも全然ボロボロにならないの。最高。みんなもね、こういう洗濯ネットがあったらぜひ一つゲットしてください。これも柔らかくて壊れる心配がないので、スーツケースのね、下の方に入れておきます。あとね、少し細かいものがあるので、それも紹介して、入れます。次は私の手帳とスペイン語のノートです。これはね、特に説明する必要はないかなと思います。あとはちょっと細かいものなんですが、こちら、アクセサリーケースです。この中に私がよく使うアクセサリーがいくつか入っています。このアクセサリーケース、かわいいでしょう。ここに N、私の名前、なるの N の文字が刺繍されています。これはイギリスで買いました。お気に入りです。これをこのさっき紹介したパッキングバッグの中がまだ結構スカスカなので、この中に一緒に入れちゃいます。ノートも一緒に入れちゃおう。この方が動かなくていいかもしれない。あともう一つ、こちらドラえもんのトラベルバッグ。このトラベルバッグもね、すごい優秀です。ちょっとね、今広げるとめんどくさいんですが、このチャックを開けると、この中にこういう風にね、バッグが小さく収納されていて、これを広げるとこのぐらいの結構大きめのバッグになるんですよ。かわいいですよね。本当にドラえもんの4次元ポケットみたい。私の大好きなトラベルグッズの一つです。これもパッキングバッグの中に全部まとめて入れちゃいます。今回持っていく私のものですね。お土産以外の私のものはこれでパッキングが終わります。少なすぎるここからはね、もうスペインのお土産を詰めていくだけです。全部入るかな？入るよねまだ半分以上も空いてるから。ではスペインのお土産を紹介します。今回大事なのがお土産です。私ほぼ1年ぶりの帰国なのと、今回は私の彼が初めて私の地元、実家に一緒に帰るので、その時に親戚の方々に一緒に挨拶をしに行く予定です。だからその時持っていくお土産をいろいろ買いました。日本人はね、そういうところを結構気にするので、お土産は本当に大事なんですよ。でも私スペインのお土産に全然詳しくないので、もしスペインのお土産に詳しい方がいたらコメント欄でぜひおすすめを教えてください。お土産たくさんあるのでどんどん紹介していきます。まず最初はいとこにお願いされて買ったユニクロとジブリがコラボした服たちです。こういう服ですね。かわいい。これは海外のユニクロでしか販売されなかったので、そのジブリ好きのいとこにお願いをされていくつか買いました。いくつ買ったかね、全然覚えてないんですよ。ちょっと数えてみますか。まずね、一つ目、魔女の宅急便のトレーナー。二つ目、1キロ。これがもののけ姫のトレーナー。あとはね、私そのいとこに子供が生まれたので、赤ちゃんが生まれたので、その赤ちゃんたちが、もうちょっと大きくなったら着られるような、こういうね、子供用の T シャツも買いました。カルシファーの T シャツです。で、その子たちがね、双子なんですよ。だからこの T シャツもね、ちゃんと2枚買いました。かわいい。ちゃんと綺麗に畳んでパッキングします。店舗に行ってもう売り切れていたということがないように、オンラインでも買ったんですよ。
オンラインの方が販売時間がねちょっと早くて、オンラインでも買ってそれがね届いたものがこんな風にあります。これがね T シャツ1枚2枚3枚、これさっきと同じですね、3枚でトトロのデザイン4枚、もう一つねあるんですよこれがトレーナーかな。だからトレーナーが3枚目、これトトロのデザインのトレーナーですね。トレーナーが3、はい、ガスの点検のおじさんが来てしまってちょっと中断してしまったんですが、あれですよね、コラボの服の話でしたよね。これが最後トレーナーですね。これが千と千尋の神隠しの顔なしのデザインになりますね。だからトレーナーが4枚、 T シャツも1234枚、双子ちゃんにプレゼント用の服が2枚、合計で10枚かな10枚ね服があります。このね袋に入ってるものはもうそのままもうパッキングしちゃおうと思います。このトレーナーは綺麗に畳んで、こういう圧縮袋に入れてちょっと圧縮させて持っていきたいと思います。やばい、今ねちょっと足がつりそう。痛い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 。パッキング動画撮ってる人って床で撮ってますよね。みんな足が痛くならないのかな。じゃあ今からね真剣にこの圧縮袋に服を入れていきます。張り詰めたトゥルルルルルルル、こんな風に詰めたので、これもスーツケースの中に入れていきます。いいねいいね。いいね。まだ余裕がありますね。あと半分とここにねちょっと余裕があります。今回のパッキング余裕だ。嬉しい。それからもう一つお土産の服があります。それがねこちらです。だったーん。友達が男の子の赤ちゃんを産んだので、そのお土産に何か買いたいなと思って、こちらバルセロナのサッカーチームバルサの服を買いました。その友達ね特にサッカーが好きというわけではないんですが、まあ可愛いからね記念にあげようかなと思って買いましたね。すごい小さい子供の服って全然かさばらなくていいですね。こんなに小さくできちゃう。さっき会話の中で出てきましたかさばる。これもよく荷造りパッキングをする時に使う言葉です。こういう冬服はすごく暑いので、コートとかもですね、コートとかもすごく暑いので持っていこうとするともうすぐパンパンになるじゃないですか。そういう服をよくかさばる服と言います。だからこのね子供用の T シャツなんかは全然かさばらないですね。さっきの圧縮袋にね一緒に入れておけばよかったんですが、ちょっと出すのもめんどくさいので私のこのバッグの中に入れておきます。これで服系衣類系はねもう終わります。あとは本当に、食べ物飲み物そういうお土産関係になります。だっどーん。これが今回持っていく食べ物系のお土産になります。結構重いです。でも多分全部入るでしょう。入ってほしい。それじゃあお土産をね一つ一つちょっと紹介しながら入れていこうと思います。まずは一つ目、海外のお土産の定番といえばチョコレートですね。はい、一つ目はチョコレートです。もうチョコレートのお土産をねたくさん買いました。これからたくさん出てきます。これがね、ラカサという多分スペインのブランドのチョコレートです。
普通にね、スーパーマーケットにも売っています。スペインのレストランではデザートにトリュフを置いているところもね、結構あって、このチョコレートもね、美味しい。すごく美味しいです。ちなみに私はこれを4つ買いました。今回ね、会う予定がある友達4人、5人、6人ぐらいいるので、その友達に渡せればいいなと思って、まずはね、4つ買いました。ここの隙間にぴったりこのチョコレートが入ります。素晴らしい。ちょっときついかな。でもいける。いけー。これでこっちの半分綺麗に埋まりました。嬉しい。なんかテトリスみたいでぴったりね埋まると嬉しいですよね。次もチョコレートです。次のチョコレートはこちら。ミルカかな？読み方がわかりません。これはスペインのブランドではないと思いますが、X を見ていたらこれがね日本でバズっているというのを見て、ちょっと食べたくて買いました。で、これが日本でなかなか手に入れられないということだったので、スペインで買って持って行って誰かに配ろうかなと思っています。これもね4つ買いました。これ持っていくのいいけど折れたりしないかがねちょっと心配ですね。できるだけ安定したところに入れておきたいですね。この辺でいいんじゃない？次もチョコレートです。チョコレート続きで申し訳ないです。次のチョコレートはこちら。中にイチジクが入っているチョコレートです。これを2個買いました。これはね、ちょっと高級感があるチョコレートですよね。これはね、おばあちゃん、おじいちゃんにあげたいと思います。これはね、私も食べてみたいので、あげたらその場で開けてとお願いして、みんなで一緒にね、食べようと思っています。これどこに入れようかな。これもね、なんか中がぐちゃぐちゃになったり割れたりしたら悲しいから。どうですか？今ね、ここに入れたんですけど。これで結構ぴったりじゃない？ちょうどいいですね。次もチョコレートになります。次のチョコレートはスペインの伝統的なものでトゥロンと言います。これ何と説明したらいいのかな？このぐらいの厚さでこのぐらいのチョコレートが中にバーンと入っています。これを包丁で切って少しずつ食べるようなお菓子です。で、いろんな種類があって、これは多分チョコレートにナッツが入っているのかな？ナッツが入っているタイプとか、あとはこれスペインで有名なクリームブリュレ味のトゥロンとか、これ美味しかった。これ食べたことがあるんですが、これはトリュフと塩の味とか、あとはティラミスの味とかいろいろあります。で、このトゥロンをスペインの人たちが食べる時期ってクリスマスとかお正月の時期なんですよ。で、今その時期が終わってしまったので、スーパーにね、多分余るほどあって 2×1 と書いてありますね。はい、ちょっと安くなっていたのでいくつか買いました。でもね、賞味期限とかはね、全然大丈夫なんですよ。1年後とかなんで全然大丈夫なんですけど、ちょっと安くなっていたので、これも親戚か友達にあげたり一緒に食べたりしたいと思います。割りにくい気がするから下に置いても大丈夫かな。後でね、ちょっと調整します。彼が帰ってきた音がする。おかえりー。ちょっとね、彼が帰ってきて撮影を中断したんですが、再開します。これでチョコレートゾーンは終わります。次はポテトチップスゾーンに入ります。ポテトチップスです。日本語では略してポテチということも多いです。ポテチ。スペインでは生ハムが有名で、生ハム味のポテチが結構たくさん売っています。例えばね、これね、ちょっと大きいサイズなんですが、デザインも可愛いし、味もいいので、これお土産におすすめです。
こういうね、私デザインとかパッケージとかもお土産では重視しています。これは親戚にあげたり、もしかしたら我が家、うちのお父さんとお母さんと一緒に食べるかもしれません。このポテトチップスもどこに入れたらいいか問題がありますよね。どこに入れたらなるべくこの被害が少なく済むのか、そういうところもね、このパッキングの頭を使う部分ですよね。ちょっとね、とりあえずここに入れておきます。で、まだまだあるんですよ。次は小さめの生ハムのポテチです。これはね、食べたことはないんですが、これもちょっとデザインが可愛くて買ってみました。小さいので、チョコレートとポテチで一緒にお土産として渡すのもいいかなと思いました。口に合わなくてもこのぐらいのサイズだったらね、あまり迷惑にならないかなと思って、この小さめのサイズをね、買いました。あとは、もう一つかな？もう一つ、プリングルスの生ハムのポテチも買いました。前日本に帰った時にもこれをね持って行って、で結構好評、美味しかったと言っていたので、今回も持っていきます。はい、次々行きましょう。生ハム系のもの、これはポテチではないんですが、生ハム味の、これは何と説明したらいいかな、小さい硬いパンに味がついてるやつです。それの生ハム味です。何と説明したらいいかわからないんですけど、これ結構美味しいんですよ。これは生ハム味なんですけど、これ以外にもトマト味とかガーリック味とかあって、しかもね結構小さめなのでお土産にもいいと思います。これをね2つ買いました。私ね、お土産を買うとき、とりあえず2つ買う癖があるんですよね。次は、これもね、ちょっとポテトチップスと似ているんですが、ポテトチップスを細切りにしたようなスナックです。スペインはこのオリーブも結構有名で、このオリーブの絵が描かれているスナック、ポテトチップスも結構売っています。これがね、美味しいんですよ。日本にもね、同じような商品はありそうですが、美味しいので、お母さんと一緒に食べようかなと思って買いました。これもね、ボロボロにならないことを祈ります。お願いします。で、次、同じスナック系で言えば、これかな？これはね、私の彼が選んでカゴに入れてました。私もなんだかわからない。このフエットというこの食べ物も結構スペインで人気があって、これはね、これ自体はお肉なので日本に持っていけないんですが、これ風味のスナックが売っていたので、それを買いました。彼が今回ね、初めて私の実家に行くんですけど、お父さんと一緒にお酒を飲みたいということだったので、お酒のおつまみにも良さそうですね。で、スナック系であともう一つあるのがこちら。ナッツ。スペインにあるイビサ島という島で採れた塩を使ったナッツです。そのね、イビサ島の塩が結構有名みたいで、塩自体もお土産として結構人気があるんですけど、塩はね、なんか別にうちの親戚、うちの家族いらないかなと思って、イビサ島の塩を使ったナッツを買いました。サイズ的にもお土産にぴったり、色的にもデザイン的にも、これすごくお土産にいい商品だと思います。食べたことないけどね、味は美味しいかどうかわからないけど美味しそう。次はオリーブオイルいきますか。さっきもね言いましたが、スペインはオリーブオイルがねすごく有名ということで、今回はオリーブオイルを買いました。これは初めてね持っていきます。このオリーブオイルのいいところは瓶じゃないんですよ。わかる？ここへこんでいるのがわかりますか？瓶じゃない、プラスチックで、しかもまたパッケージデザインもいい。そしてこのサイズ大きすぎない。
素晴らしい。多分漏れる心配もねないと思うので、こちらとても優秀なお土産です。これもねさっきのいちじくのチョコレートと一緒におばあちゃんにちょっとあげようかなと思っています。こっち側半分がね全然スカスカで、このまま入れたら動いてねスナックとかボロボロになってしまいそうなので、ちょっと対策を後で考えます。はい、まだねオリーブオイルがもう一つあります。これが缶タイプのオリーブオイルです。これは私の実家、お母さんに使ってもらおうかなと思って買いました。これもねデザインいい感じじゃないですか。味はどうかわかりませんが、彼とそのオリーブオイルをこう選んでいる時に、これ美味しいのかな、これオリーブオイルの臭みとかなんか癖とかないかな、大丈夫かなって私が心配していたら、いやスペインのオリーブオイルはどれも日本のよりいいから大丈夫と言われました。なんかねスペインの人なのかな、彼だけじゃないと思うけど、スペインの人は本当にオリーブオイルにすごく自信を持っているというか、プライドを持っている人が多いですオリーブつながりでもう一つあって、それがこちらのオリーブ。これもねスペインの人たちがすごく大好きな食べ物。お酒とかを飲みながらこういうオリーブをねいつも食べています。これがね3つの缶で入っているので、これもバラバラにして、おばあちゃんか親戚いとこにちょっとあげたいと思います。でもう一つねオリーブつながりでありました。小さいオリーブオイル。これ可愛くないですか？これ一本一本ねこうバラバラにできるオリーブオイルで、これはね友達にあげようと思っています。もうそろそろね終わります。次がこちらパエリアの素です。この中に粉が入っていて、この粉を入れるとパエリアの味になりますよ、そういう商品ですね。これもねパッケージが良くないですか？なんかヨーロッパっぽいスペインっぽい感じで、お土産にちょうどいいなと思って買いました。これもね普通のスーパーで買いました。ちょっと適当に入れすぎてごちゃごちゃしてるんですが、後でねちゃんとまとめます。綺麗に入れます。次がこちら。これなんだろう、これね何かの粉、調味料の一種なんですけど、私はねよくわからない。この食べ物なんて言うんだっけ？唐辛子の絵が描いてあって、多分ちょっと辛い粉だと思うんですが、彼の友達がこれがすごくいいよと言っていたらしくて、これはね彼がその買い物かごに入れていました。多分我が家かな、我が家で使う用の、調味料の粉です。ちゃんと調べてここに正しい名前をねちゃんと書いておきます。でもうそろそろお土産部門終わりですね。もう一つお菓子系がありました。チップスアホイというクッキーのお菓子で、これはね多分アメリカのお菓子だと思うんですよね。スペインとか多分全然関係ないお菓子なんですが、私がねこれちょっと食べてみたくて買いました。次、アリオリ。はい、これも調味料ですね。スペインで有名なマヨネーズっぽい調味料です。マヨネーズの中にガーリックがたくさん入ってるみたいな味がします。多分そんな感じ。作り方も大体そんな感じだった気がします。これをねポテトとかにつけて食べると結構美味しいんですよ。でお土産部門がねそろそろ終わりなんですが、もう一つあるんですよ。もうこの袋はね空になりました。イエイ。でもう一つあって、それがこちら、カバ。これがねスペインのお酒ですね。スペインのスパークリングワインですね。もうこのサイズも良くないですか？すごくちょうどいい。でもねこれは瓶なので持っていくときにちゃんとね割れないように服かなんかの間に入れて保護をしないといけないですね。これは入れるときちゃんと気をつけます。
そんな感じですね。これでもうお土産部門も終わります。あとはもう綺麗に詰めるだけですね。これ後でちょっと入れようかな。もうパッキング動画なのにただの紹介になってしまった。パッキングしているというよりは紹介してただここに放り込んでるだけですね。預け荷物のパッキングはこんな感じで終わりなんですが、まだ持ち込み荷物を準備していないので、それも少し紹介します。私が持ち込み荷物で使っているリュックがこちらです。これももう5、6年一緒に私と旅をしているリュックです。この中にいろいろね、物を詰めていきます。まずはこちら。こちらはパソコンを冷やしてくれるやつです。私の仕事に欠かせない iPad も入れます。はい。いろいろごちゃ混ぜに入っているポーチ。この中にはモバイルバッテリーとかパソコンのマウスとか、あと撮影の時に携帯につけて使えるライトとか、そういうガジェット系が入っています。これがね、結構重いんですよね。あとは、今使っているカメラも私はこのリュックの中に入れるんですが、こういうね、ケースに入れて、これもリュックの中に入れます。大事なパスポート。これが私のパスポートケースです。これはね、日本の3コインズで買いました。これすごくいい。この中にね、パスポートが入っています。これはすぐ出せるようなところに入れておきます。はい。次が液体系のものたち。これもね、ちょっとごちゃごちゃに入れてしまっているんですが、こんな風に詰め替え容器に詰めて入れたりしてまとめて入れています。飛行機の中はね、すごく乾燥するので、保湿のクリームとか化粧水とかもこの中に入れています。で、これはね、液体系じゃないものたちですね。薬とか、あとはのど飴とか、あとは酔い止めですね。酔い止めも入れています。はい。次は女の子ならきっとわかるであろうポーチです。この中にはね、女の子の必需品の生理用品が入っています。一応ね、これもリュックに入れておきます。あとは私はね、普段コンタクトレンズなんですが、飛行機の中ではコンタクトレンズを外すので、このメガネを持っていきます。日本のジーンズで買ったメガネです。これを飛行機の中では使います。あと最後は化粧ポーチ。もう本当に最低限の化粧道具が入っています。コスメも現地調達したいと思っているので、これも本当に最低限のものだけ入れています。こんな感じかな。あとは今撮影で使っているカメラと、ここにねパソコンがあるんですが、そのパソコンを入れてリュックは完成です。はい、こんな感じ。今回の荷物、私の人生の中で一番軽いかもしれません。いつもね、本当にパンパンに入れて旅行しているので、今回人生で一番軽い荷物たちかもしれません。ちょっと嬉しい。こんな感じで私のパッキングの動画が終わります。役に立ったかどうかは分かりませんが、楽しく見てもらえたでしょうか。もし面白かった、役に立ったと思った人はグッドボタンをお願いします。これが初めてのパッキング動画だったので、ちょっとね、スムーズにいかないところもあったと思いますが、また第2弾、第3弾を撮りたいと思っているので、何かアドバイスがある方はコメント欄にぜひお願いします。日本にいる間もいろんな動画を撮りたいと思っています。興味がある方はぜひチャンネル登録をして待っていてください。TikTok、Instagram もしています。そちらもぜひフォローお願いします。オンラインで日本語を教えています。もし興味がある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてください。それでは今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。足がしびれた。痛い。